一条天皇の決断。光る君へに学ぶ日本史。愛する貞子の兄を流罪にした理由。一条天皇は愛する中宮貞子の兄藤原惟親らが火山法皇に矢を射るという事件を起こすと流罪にするという決断を下した。しかしその時天皇は貞子が自分の子を身ごもっていることを知らなかった。もしも一条天皇が貞子の解任を知っていれば歴史はどのように変わったのかを詳しく見ていこう。関白藤原道隆が逝去して道長が内乱となった時、一条天皇は16歳になっていた。道隆はすべて自分で政を行い、天皇は口を挟む場面などなかった。その点、道長は一条天皇の立場を尊重して何事も相談してくれた。国母の東三条院明子は道隆の後継者を決めるときに道長を推薦したが、時間が経つにつれて天皇にもその意味が分かってきた。道長は権力に対してはあまり執着心がなく、自分が得になることを押し付けるようなことはしなかった。当時、都は疫病などが蔓延し、不老者などがあふれ、治安が悪化していた。そのため一条天皇は治安維持を政の第一目標に掲げた。天皇は管理の綱紀粛正と有力者の従者の暴力禁止などもうるさく訴えた。また平安時代は天皇の一存で改元できた時代でもあった。そのため一条天皇は慶事、天災、疫病の流行などのタイミングで改元に踏み切り、25年間の在位中に7度も改元している。潔癖症ともいえる天皇は身内の暴力や不正にも厳しかった。そのため暴力沙汰や管理の不正が多かった道隆時代とは違い、道長が内乱となってからは政治が浄化された。ところがそんな空気が気に入らないのか、藤原惟親と弟の高家は何かことを起こしてやろうと手ぐすねを引いていた。惟親が陣の定めで道長を罵り口論となったのもそのためである。ちょうどそのような時に火山法皇が実は4女が目的であったが、藤原為光の3女のところに毎晩入り浸っているという噂を惟親は耳にする。以前から為光の3女を将にしていた惟親はいきり立った。そしてお忍びで為光邸に現れた火山法皇に高家が矢を射るのである。この時惟親が高家に命じたとも、高家が勝手に射ったとも言われるが、真相は不明である。事件では火山法皇の従者2人が殺害され、首を持ち去られている。綱紀粛正を掲げていた一条天皇としてはメンツ丸つぶれである。火山法皇は千葉事件でもあり隠密にしていたが、一条天皇は検非違使別当の藤原実資に命じて事件を徹底的に調べさせた。すると中宮貞子の兄惟親と弟の高家が事件の首謀者であることが判明する。
一条天皇は愛する貞子の肉親が関与していたことにショックを受けたが、甘い顔を見せるわけにはいかない。自ら掲げた綱紀粛正というスローガンのために、一条天皇はやむなく惟親と高家を厳しく裁くことになる。一条天皇は惟親を太宰府へ、高家を出雲へ左遷だが、実質的には流罪するという決断を下した。ところが惟親と高家はなんと中宮貞子の寝所に隠れるという卑怯な行為を行うのである。一条天皇は泣く泣く貞子の御在所を捜索せよとの宣旨を下している。中宮貞子はこの時のショックで自ら髪の毛を切って出家している。ついに出頭した惟親と高家はそれぞれ入る先に移送されている。しかし実はこの時、貞子は一条天皇の子を身ごもっていたが、天皇はそのことを知らなかった。惟親と高家が逃げ回ったのは、貞子解任の事実を何とか一条天皇に知らせるためであった。後に貞子の解任を知った天皇は、周囲の反対を押し切って貞子を代理に連れ戻している。貞子は内親王に続いて、次には一条天皇の第一王子である敦康親王を生んでいる。もしも一条天皇が惟親たちが事件を起こす前に貞子の解任を知っていれば、流罪などという重い刑罰は与えなかったに違いない。つまり一条天皇の決断は大きく変わっていた可能性が高いのである。そして貞子が生んだ敦康親王がもちろん間違いなく皇太子となって次の天皇となっていた。とすれば、惟親が摂政関白となり、道長は蚊帳の外に追いやられていたはずである。現実には最高権力者となった道長はこの時、いつ自分も奈落の底に突き落とされるかわからないという恐怖に襲われたことだろう。このように摂関政治とは非常に危うい政治形態であった。藤原氏が行った摂関政治は学問の英知に頼らず、性愛によって天皇を取り込めていく政治体制である。そのため一条天皇が貞子を寵愛したままの状態が続くということは、道長の政権が安定を欠くことを意味する。当初は一条天皇の意見を尊重していた道長だが、このような経緯でその後の行動を急に大きく変化させている。なんとか惟親と高家の政治生命を断つことに成功した道長だが、まだ天皇に愛される貞子が残っていた。そのため道長は次第に一条天皇と貞子の間が遠のくような方策を取っていく。貞子が敦康親王を解任した時、代理から武三条宮に退出することになったが、この時道長は露骨な妨害工作を行っている。同じ日に宇治への遊覧を企画して、そこに公卿たちを呼び、彼らが貞子のお供ができないようにしたのだ。とはいえ、後宮を制さない限り、道長の権力基盤は安定しない。
そこで道長はまだ12歳に過ぎない長女の明子の時代を画策し実現させた。しかし明子を女房にするという戦時が下った同じ日に貞子が待望の第一王子敦康親王を出産する。焦った道長は兄の道隆が奇策を講じたように同じ一条天皇の后として貞子に加えて明子を立てる。いわゆる一帝二皇であった。貞子は2人目の内親王を産むが大量出血によって24歳で逝去する。その後娘の明子が一条天皇の王女を産むことで道長は幸運にも政権の頂点を維持し続ける。藤原道長は晩年糖尿病とともに心臓の激しい痛みにも苦しめられたという。道長にとってこの摂関政治を行う日常というものは漂白を踏みながら歩き続けるという常に心臓に負担をかける苦しい日々だったのかもしれない。